もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日はちょっとあるグランドピアノの動画なんですけども、この撮影時点でもうすでにご購入いただいておりまして、販売品ではないんですけども、ちょっといろんな修理というか作業をしたので、その様子を皆さんにご覧いただきたいんですが、なんと思い返すとですね、最初に動画を回してたのは去年の7月だったんですね。半年かかったそう。じゃあまずは皆さん、かいさんの VTR 振りをじゃあ。じゃあ VTR どうぞ。今回はグランドピアノの修理というかオーバーホールの様子をお送りしようと思うんですが、はい、今回のピアノはディアパソンです。ディアパソンですよ。グランドですよ皆さん。ちょっとここに今分かるものがないので取っちゃったはい、ここに、はい、書いてある 183E ですね。大橋さんのはいデザインということで、まあ、設計ですよね。出ました。はい、で一応、まあ、大橋さん大橋っていうブランドでもこの183っていうのがあります。あとは、210センチ、はい、なのでディアパソンは基本的に、まあ、170っていうのもあるんですけど、はい、170、183E、210が基本的なラインナップです。まあ、幻のフルコンもあるらしいんですけど、日本に2台しかないっていう。新しくなったやつもあったんですけど、発注がめったら入らないので、プロトタイプみたいなやつをなんか売っただかなんだかっていう話は聞いたことあってまあなかなかね山買いがあるので、そうそうディアパソンのフルコンを入れようなんていう話には多分ならないので、まあ一番多いかもしれないです。ディアパソンのブランドの中では183がまあもうちょっと新しいモデルになってくると164とか、いっぱいあるんですけど、まあでも183っていうのがかなりベースになって、まあ、今でもある DR の5とかDR の300とかっていうのは183なので、ある程度設計は引き継いでいるんだと思います。まあざっともうちょっとある程度部品というかいろいろ外した状態ではあるんですが、はい、今回はどういったような作業をする予定でしょうか。そうですね、チューニングピンとか弦に関してはまあ多少使用感はありますけども、まああえて交換する必要もまだないかなと。これどれぐらい前のものか。1977年ですね。1977年。まあ見る限り、修理に関するものはほぼ一度もしたことがないような雰囲気ですね。でまあ今回その弦とピンですね、はい、はまあ現状でおそらくいけそうなんですが、はい、ハンマーがですねちょっとこの辺が小さいんですね。小さいというのはここをやっぱり削るんですね。ここに溝がついてくると。はいはいはい。で一番この辺ってメロディーを弾く右手で特に右利きの人が多いので、はい、この辺がどうしても弦の溝がつきやすいんですね、なのでついてたのか何なのかわからないですけど一生懸命削ったようです。で、実際にどんなもんかって測ってみると、まあ、最高音はほぼ削ってないような状態です。大体74ですね。でここ測るとこの隙間が23ミリ 2.5 ですかね。で5ミリなくなっていて、音もちょっと、芯が出ちゃって弾力のないような音がしてるので、まあ正直微妙なラインではあるんですけども、ハンマーもこれレンナーハンマーなんですね。はい、いいやつですね。そうですね。リスレンナーなんて書いてあるの、スタンダードかな、なんだがついているので、微妙なところではあるんですけど、まあこの辺接着2革なんですけど接着剥がれが起きてたりもしますし、まあハンマーを交換するのはまあ頭もそうなんですけど、このローラーというこの部分がまあ変形多少はしてるんですけど、しすぎてはいなくて微妙なところなんですけども、あとは鍵盤ですね。発鍵が古いピアノになってくると結構見えるかな。ここにピッてここにピッと入って、それがまあどんどん広がっていっちゃうんですね。これはこれ以上広がっていくことしか考えられないので、はい、もう新しいのに変えてしまいます。ですね、動画でどう映るかなと思って見てたんですけど、この蛍光灯が映ってるところとかそっちの方とかをよく見ていただくとこうキラキラしていくのが分かりますかね。この辺とかって結構分かりやすい
キラキラーっと。これは要するに平らじゃないっていうことの証ですよね。おそらく膨らんでるような気がしますね。なので、さっきちょっと平らに、ペーパーを多少かけて少し磨いたら落ちたので、そうですね。はい綺麗に。はい。これはかなり粗磨き状態ですけど、ディアパソンの特有というか、よくある症状というか。ディアパソンというか古い革ですよね。ああ、なるほど。革はポリウレタンが多いので、二液性だとは思うんですけど、結構後でラッカー並みに変化してくるので、現代のやつとしたらこうなることはほとんど考えられないので、昔の塗装で変化をしていって、古い革入りのピアノはでひどくなってくるとひびが入って全体的にひびひびひび。不思議ですけど、この見える、上面っていうんですか、ところと、この、内側の方で、塗装が違うってことですか？内側の方は一緒のはずです。内側はなんかこういうキラキラしないんですよね。こっち外側はキラキラしてないです。本当だ。なんでなんでしょうね。おそらく多分やった日が違うとか、ああ、そういうこともあるんですね。塗料が同じ塗料じゃないかもしれないですね。ああ、塗料は多分一緒なんですね、ベースは。ただ一緒に吹いてないと思います。その時に吹いたやつがちょっと配合がまずかったとか、硬化剤促進剤、だいたい種液があって、スプレーガンっていうやつでブシャーッと吹き付けをするんですけど、だいたいこっちに、種液があって、硬化剤を入れて、でこっちに種液があって促進剤を入れてっていう2液を吹き付けしますよっていう時にジャバッと混ぜるんですね。と吹いて、化学変化で固まる。でその時に気温とか湿度によって厳密にその、硬化剤促進剤のパーセンテージが決まってるんですけど、それがちょっと甘かったのかもしれないですね。明らかにね、同じ環境で大体蓋開けといても閉めといても今どちらもなってないので、なので明らかに多分その吹いた時のおそらくせいだと思います。なるほど。開けてあったっぽいですね。ここにやけに傷があるので縦にシャーってで開けるとないですよね。内側に。なので開けっぱなしで結構使ってたんじゃないかと。でも開けてっぱなしだったらこっちの方がずっと外の面に出てたけど同じ変化を起こしてないので、磨きが甘いのかな、こっちの方が黒く見える。そうですよね。こっちの方が違うのかな。違うことはないと思う。いろいろやってた時期なんで詳しくは分からないですけどね。結果として違いは出ちゃってるんですね。じゃあこの対処法としてはペーパーをかけて磨けば、もうこれで治りそうなので、これだけちょっと塗装に出すとなると、ちょっと大変なんですよね。そうですよね。この面積1メーター超えのものを出すときはなかなか梱包にも苦労して大変なので、できることなら出したくなかったんで、良かったかなと、思います。見違えるほど。そうですね。星は消えました。そうですね。ここにちょっと大きい傷があるんですけど、これまで消しちゃうと多分下地出ちゃうので、これはもうしょうがないということで、あとは大体他のゴムボタンのあっちとこっちありますけど、綺麗なものですかね。いや本当もう反射してます。表面になってます完全に。あとは他の部品も磨いて、で中のクリーニングですね。であとハンマーを交換しますね。ちょっとハンマーとシャンクはしばらく時間がかかるって言われてるので、とりあえずクリーニングだけして、場所を少し移そうかなと。
はい、ダンパーですかね。そうですね。ちょっと入れ物が、ちょっと急にやったのでちょっとよろしくないんですが、このなんて言うんでしょう、ガイドっていうんですかね、ワイヤーが刺さってるところですね。刺さってるところをこう持ち上げて、こんな感じで、チューブラインじゃもちろんあちこち行っちゃうので、こういうガイドがついてます。まあダンパーは、フェルトはそこまで変形も摩耗もしてないので、ダンパーのフェルトはそのままでいきます。ただですね、このガイドに通ってるクロスが、このダンパー、これダンパーワイヤーっていうんですけど、銀色の部分となんかピカピカしてる部分とくすんでる部分と、ありますね。はい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 。でやっぱりよく通ってるところ、ここで擦れてるところは、まあ、磨かれてるというか、なるほど。常に動いてるので光ってるんですけど、たまにこうやって赤くなって、はいはいはい。こっちも2本になってますね。そうですね。でこれが腐食というかしてるところで、まあ要するに表面がザラザラしてるんですね。はい。でそのザラザラがこれをですね、ヤスリのように細かい、そのたんびゴリ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 削ってくっついちゃったんですね。赤いのはじゃあここのフェルトなんですね。はい。でゴリ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 削っちゃって、こっちがこれが特にひどいですね。もう穴が大きくなっちゃってガバガバなんですね。多分これがおそらくこれなんだと思うんですけど、でもガッタガタですね。はい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 。多分隣はそうでもないかな。ちょっとマシですね。こっちガッタガタですね。ブレブレですね。こうですね。そうすると指音ボンって弾いた時にブラ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 ってなるので、ちゃんと支えてないので指音も悪くなりますし、はいはいはい。なのでこのクロスを交換します。これは接着されてないので、へえ、そうなんですか。簡単に取れます。でそこまでその力がかかるところではなく、ただこのワイヤーが上下にほとんど動いてるだけなので、接着する必要もないので、抜けることってそうめったにないですね。全部変えるんですか？変えます。へえ。大した作業ではないので。また地味作業ですね。地味作業ですね。はい。もうピアノの作業はほぼ地味。店はあまりないですが。これはちょっとクロスを作らなくちゃいけないので、こんなような計算式によって導き出しまして、内径外径直径かける円周率。そうですね、3.14 ってやるとこう外周が出るので。皆さん覚えてるかな？そうですよね、使わないとね。まあそれで、あとはそのワイヤーの太さやら、このフェルトの厚みやらを、これは 1.5 ミリが大体適切だったので、角度もこの辺がいいんじゃないかっていう、この口ですね。どうしてもどっかこう口ができるので、正面から左45度ぐらいがいいと言われているので、合わせてよくよく切れるように研いだハンマーでスポッと切ると。これをダンパーの数ですね、70個ぐらいですかね。はい。取ってくっつけてっていう作業をします。これをやらないと音を止めるのに、一番の根幹というか、の部分になってくるので、これがもうガタガタだったら、いくらそのフェルトを加工しようが、動きをスムーズにしようが、止める時にフェルトと一緒に揺れちゃうので、全く意味をなさないので、そこそこ使ったピアノはもうよくある。そうなんですか。はい。結構頻繁にやってますね。ハンマーのヘッドがですね、あんまり肉が一番上はあるんですけど、いっぱいこの辺がやけに少ないんですよね。で74くらいかな。この辺が71
2.3 ミリぐらい減ってますね。でまあやっぱり一番引くところなのではい。減りやすいんですけど、ちょっとこの差はちょっと大きいかな。あ、ここから見てよくわかります。正面からドドドドッとここら辺から急に、曇ってますね。はいはいはい。何が原因ですか？やっぱり一番使ってたところを一生懸命ファイリングした結果、だからこの辺からこうちょっと音がペタペタなので、今回変えようかと。はい。はい。ハンマーはハンマーは必殺の今出川ハンマーさんの、今ある、今出川さんの中の最高級ベルトですね。で今からは今からはこの棒ですね。はい。シャンク。このシャンクっていうのも一緒に交換します。前も G さんの動画でやったかもしれないですけど、一個飛ばしに入れていきます。はい。いかがだったですかね。結構手間のかかる作業をしてたんじゃないかなと思いますが、ご覧の通りですね、非常に綺麗な状態になっております。音色をね、そうですね。やってみましょうか。はい。めっちゃいい音。あ、すごい。何これ。うわ、なんかコンサートホールのピアノみたい。本当に？何が？すごい、めっちゃいい、めっちゃいい。本当にっていうのは何のことについてるの？なんか嘘言ったみたいな感じで。あらららららら。愛さんが好きそうな音ですね。私好きですね。うん好きだ。好きそうな音。みんな分かってきた。注文の膨らみがすごい。なるほど。なるほど。野口さんがよく弾くやつ。タッチも意外と滑らかだし、音の伸びもいいですね。ということで7月から半年ぐらい長々と撮影はしておりましたけども、一応これでディアパソン完結ということで、はい、大橋デザインのディアパソン 183E でした。
かえさんの苦い思い出は蘇りましたか、中学生の。そうですね、いい色に塗り替わりました。あ、塗り替わりまし塗り替わりました。た。よかったですね。ディアパソンがこんなに素敵な楽器だったとは。あアップライトうんをやって印象変わったけど、んやっぱりグラウンド触ってこんなにいいピアノだったんだなって思いました。あ、はい、ありがとうございます。こういう特徴のあるピアノって意外と早く売れてしまうかもしれないですもんね。そうですね。なんていうかね、ヤマハのね G3 とか C いくつがなぜかずっと残ってて、うん、こういう方が売れるっていうのはなんか意外に。そうですね。個性を皆さん求めてるのかわかんないですけど、人気なのでね、いいものあったらぜひ皆さんお早めにはい。ご検討ください。ということで今回ディアパソンお送りしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。